総理大臣を国民投票にしたり制にしたら今なら誰になると思いますか？進次郎さんになるんじゃないですか？小泉進次郎さんすごいですよね。好感度めっちゃ高かったじゃないですか。好感度高いとはどういう意味かっていうのは、日本の場合ってマイナスがない人なんですよね。これをやったからすごいとかプラス得点があるんじゃなくて、マイナスがない人が好感度高いなので、環境大臣になってみたらびっくりするぐらい無能だったんですよね。英語が喋れるっていうところで他の大臣よりは全然マシだったかもしれないですけど、環境問題で日本は頑張りますって言って、でも原子力やらないよね。今火力発電してるよね。それで環境問題頑張るってどうするのって言って無言になったんですよ。国連の会議かなんかで無言になったんですけど、環境大臣になったら普通考えません？火力発電減らすとか多分国連の会議行ったら言わなきゃいけないから、でも減らせないとしたらじゃあ減らせないって言うのかなとか、水素の方なんとかしますとか、蓄電池作りますとか、なんか考えると思うんですよ。もしくは官僚に聞くと思うんですよ。原子力止めたまで火力発電も減らす環境にいい方ってなんかないって一言聞いたら、ナイスって言われたら、あ、ないんだでもう言わないと思うんですよ。うちは環境頑張りますよねこと。でも質問もしないし、自分の中に答えもないっていうので、この人超やべえっていうのが分かって、僕はめちゃくちゃ面白かったんですけど、それで好感度は多少下がったんですけど、っていう感じで、今まで仕事をしてなかった人なんですよね。正確に言うと、大臣って何かの判断をしなきゃいけないんですけど、大臣になってない時って、票を入れるだけなので、責任を取らされることがなかったんですよ。なので、綺麗事言ったりとか、人受けのいいことしたりとか、子供とサッカーしてると、あ、この人いい人だねっていうイメージは上がるんですけど、仕事をすると人には嫌われるんですよ。河野大臣とかって、官僚のハンコやめろやっつって、来週までにやめられないやつ、やめられない理由書類で持ってこいよみたいなこと言って、98% かなんかの官僚のハンコの文化がなくなったじゃないですか。なので、ハンコ議員から超嫌われてるじゃないですか、河野さんって。二階さんとかに、なんとかしろよ、河野ってやつって言われたいみたいな感じで嫌われてるし、日本中のハンコ屋に嫌われてるわけですよ、河野さんは。なので、仕事をする人は嫌われるんですよ。で、仕事をしない人は好感度高くなるんですよ。なので、日本って本当に総理大臣を国民の投票で決めると、多分一番仕事してない人が選ばれるんですよ。日本って大体総理大臣ってなると支持率は割と高めでみんな期待し始めるんですけど、仕事をするうちにだんだん下がっていくんですよ。仕事をして下がり続けて、で次の人交代っていうのが割と今までの日本のパターンだったんで。なので日本で大統領みたいに国民投票で投票しちゃうと仕事しない人が選ばれちゃうんじゃないかなと思います。こんばんは。環境大臣はニコルの方がいいと思いますが、ひろゆきさんどう思いますか？誰ニコルって。小泉進次郎環境大臣がプラスチックのスプーンだったりを有料化するっていうのを発表して、だいぶバッシング受けてるんですよね。コンビニとかでプラスチックのスプーンとかいちいち必要ですかとか聞くのはコンビニの店員さんがめんどくさいとか、プラスチックのスプーンとかを作ってる工場の人たちっていうのが仕事なくなっちゃうよねとか、そもそも論プラスチックのスプーンっていうか、スプーンなんか持ち歩いたりしねえよっていう話があるんですけど、でこれがだからめんどくさいからやらない方がいいよねっていうのが今現在の考え方の人たちなんですよ。全て無料になってるスプーンにお金払うの嫌だよねって、それはそうですよと。じゃあスプーンを作ってる人たちの工場の仕事もなくなる、それは良くないよね、それはそうですよと。ただじゃあなんでスプーンをなくさなきゃいけないのか、なんでじゃあプラスチックゴミを減らさなきゃいけないのかっていうところに考えると、じゃあ地球環境においてプラスチックスプーンを減らす必要性は全くないのであるっていう主張するならいいんですけど、海洋にプラスチックがいっぱい流れている問題とかってだいたい中国とかベトナムとか東南アジアの人たちがガンガンビニール袋とか流してるので、実は日本がそこまで頑張る必要ないよねっていうのは現時点ではそうなんですよ。で今 CO2 二酸化炭素って出さない方がいいよねっていうのがあって、京都議定書とか一応日本も批准してるんですけど、ヨーロッパの方って CO2 をいっぱい出してる国はペナルティとしてお金を払って CO2 をあまり出してない国から CO2 を排出する権利を買うっていうので、もうお金が動いてるんですよ。CO2 を減らさなきゃいけない、みんなで頑張りましょうって言っても目標だけだとみんな頑張れないのでペナルティをつけたんですよ。この国は CO2 はここまで出していいです、ただそれ以上出すんだったら出していい量というのを他の国から買ってください。でそうすると CO2 を排出を減らした国はそこの余った分を他の国に売るっていうことでお金がもらえるんですよ。
お金のメリットっていうのを出すことで EU 内で CO2 を全体の排出を減らそうっていうのをやってるんですよ。CO2 の排出権取引って中国も参加するって言い出し始めてるんですよ。で彼らはどうせ嘘つくし CO2 減りましたって言って全然減ってないじゃんみたいになるとは思うんですけど、とはいえ表向きそういう形で CO2 を減らそうっていうのは世界中で進んでるんですよね。でそうすると日本のプラスチックなんか別に燃やせばいいじゃんっていうのは、じゃあその分 CO2 発生するよねっていうのがあって、ヨーロッパの CO2 排出権取引の話とか中国の話が積んでくると、中国とかヨーロッパっていうのはそういう仕組みっていうのを世界中に作ることで先に立ってお金儲けられるようになるんですよ。先に CO2 が少ない社会っていうのをやっといて、でもしそれが守れないんだったら、じゃあペナルティとして関税上げるよみたいなのを合意として作れちゃったりするんですよね。なので CO2 をガンガン垂れ流すんだったら、日本の輸出入に関してはペナルティとして関税かけますってなっちゃったりするので、それは嫌だからじゃあうちも CO2 排出権の取引に参加するわっていうのを時間の問題でやらざるを得なくなるんですよ。電気自動車がなんでヨーロッパで流行ってるか問題とかって別にそのガソリンでも困りゃしないじゃないですか。でも電気自動車の方がエコだよね、じゃあ電気自動車にしようねっていう形で社会の仕組みっていうのをヨーロッパが作ってて、で日本は残念ながら政治的な影響力と発言権は国際的にはもうだんだん薄れてきてるので、もう言われたら従うしかないんですよ。なので CO2 なるべく減らさなきゃいけないよねっていうのと CO2 排出権問題っていうのがそうなりますよねと。で次に来るのがスターバックスとか日本でもそうだと思うんですけど、ストローをつけなくなったんですよね。スターバックスとか行くとストローがプラスチックじゃなくて紙製のストローになったりとかで、マクドナルドとかでもマックシェイクとかで紙のストローとかがついてきて超飲みづらいんですけど、っていう感じでプラスチックを使うのを減らそう、ペットボトルを減らそうっていう運動が今割とやられてるんですよ。そういうのを気にしている系の国では。で多分時間の問題でプラスチックの排出量を減らすためにはどうすればいいかって話になって、じゃあプラスチックをいっぱい捨ててる国はペナルティを課そうっていう同じ論理が成立すると思うんですよ。っていう風になるので、じゃあ現時点からプラスチックゴミっていうのがない社会にしといた方が長期的に得だよねっていうのを考えると、小泉進次郎環境大臣がやったプラスチックゴミを有料化することで減らすっていうのは未来においては正しい行為なんですよ。なので未来の日本とか未来の子どもたちとか、そもそも地球環境、海にプラスチックガンガン捨てるのいいよねっていう人いるんだけど、海の生き物とかが50年後とか見せた方がいいのでゴミ減らした方がいいなって思うのであれば、小泉進次郎さんがやったことは正しいことなんですよ。ただ現段階の日本人はそれが理解できないので、小泉環境大臣をバッシングする方向になっちゃってるんですよね。有料化するのは良くないよねっていうので、それが僕は未来のために種を植えてる人に対してそれを文句言っちゃってる人たちのように見えるんですよ。仮にじゃあプラスチックのスプーンに有料化するのが良くなかった、他にもいい方法があるかもしれませんと。 CO2 を全く排出しなくてプラスチックを突然消せる技術だったりとか、プラスチックを完全に土に戻せるような技術とかができる可能性もありますよ。なので別にそれやらなくてもよかったよねって将来になるかもしれないんですけど、未来のために今のペナルティを受けるっていうのを小泉進次郎さんは選んだんですよ。今の人たちにとってはスプーン有料化したら損するじゃんとかで敵を作るだけなんですよね。プラスチック産業の人だったりとかコンビニの店員さんがめんどくせえみたいな。なのでただ未来のために現段階のバッシングを受けるっていうのを選択した人っていうのは僕は基本応援するべきだと思うんですよ。要はそうしないと今の段階でファンが増えることしかやらなくなっちゃうので、それの結果っていうのが今の日本の少子化問題だと思うんですよね。子供って増えた方がいいよね、子供に教育費用を払って優秀な子供をいっぱい作った方がいいよねってなるんですけど、残念ながらたまたまニューズウィークの記事で見たんですけど、73カ国の中で科学や数学だったり PC だったりのスキルっていうのが73カ国の中では最下位に近いポジションに今日本がいて、教育に対する費用って他の国に比べると日本って割合低いんですよ。教育にお金使うぐらいだったら今の高齢者にお金ばらまいた方がいいよねって今の人たちのファンに対して今の政治っていうのは今の生きてる人たちに評価されるようなことばっかりやっちゃうので、未来に対して種をまくっていうことにお金使わなくなっちゃってるんですよね。で少子化問題っていうのも40年ぐらい少子化になるよって言われてて、今もずっと少子化進んでて日本人ガンガン減ってるんですけど、でもそれ解決するかっていうとしないじゃないですか。未来に対して投資をする人っていうのを評価しないっていうのがあるので、合ってる間違ったら別にして今の人たちが文句を言うけども将来のために手を打つ政治家っていうのはとりあえず褒めておいた方がいいんじゃないかなと思って、良い仕事をしたっていうのをツイッターで書きましたっていうね。はい、すいません、長い話でした。
ドイツ、フランスの福祉施設、胃ろうに関する見識からの日本の医療の現実や特異性や高齢者の、食や死生観について、さらに沖縄の年金に関する陥りやすい構造の見解もあって含め感銘いたしました。自身が沖縄離島で社会福祉法人理事施設長として終了していて、現行の制度継続の矛盾や限界に嫌悪の覚え、疑念が絶えません。介護保険制度も障害者自立支援法も小泉一郎さんが施行したので、新一郎さんが現状に合わせた改革が適任で可能なのかと思ってますが、どう思いますか？ぶしつけにすいません。そこまで書いちゃうと、あの人だってバレちゃいそうな気がするんですけど、大丈夫なんですかってなんですけど、で、純一郎さんがやったから息子の新一郎さんがやった方がいいんじゃないかという論理だと思うんですけど、結果として新一郎さんがやれるというのはかなり難しいと思います。で、なんで難しいかというと、日本の場合って自民党総裁じゃないとできないんですよ。自民党の総裁がこうするよとか、政調会長がこういう政策を作るよっていうのになって、それで自民党として国会に出して投票されて法案になるっていう形なんですけど、残念ながら進次郎さんってどっかの派閥のトップであったりとかっていうのにはまだ慣れてないんですよね。で、残念ながら派閥のトップになれるタイプではないと思うんですよ。人気はあるんですけど、人気があるがゆえに、派閥の中でちょっとずつ出世する必要がない人なんですよね。なので、河野太郎さんと確か仲良かったと思うんですけど、河野太郎さんも優秀で結果を出すんですけど、自民党の中では嫌われてるんですよね。派閥みたいなところで仲良し小良しをする必要がないという、まあもちろんもともと2世っていうのもあって、でお金もあるし、実力もあるし、で一般人気もあるので、別になんか派閥みたいなところで仲良し教師して、ちょっとずつなんか一生懸命泥をかぶって出世するみたいなことやる必要ないよね。で逆に言うとそれって貸し借りをしなくてもいい人なんですよ。派閥に所属しなきゃいけない人って自分一人では勝てないとか、他の人を手助けすることでその人が出世したら自分にちょっとおこぼれがもらえるようにするみたいな、独り立ちできない人が派閥として群れを作るんですけど、とはいえ自民党総裁を決めるとかになると投票で決まるので、やっぱり派閥に入ってる人たちじゃないと自民党総裁にはなれないんですよね。今のところ進次郎さんが派閥を作って仲良し小良しをして他の人たちを引っ張り上げるというよりは、自分が思うことを言います、それが社会にとっても自分にとっても正しいと思いますみたいなタイプなので、河野さんもそうなんですけど、なので総理大臣になるというのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。